始まるまでスナイパーエリートでもやりますか。何時から？ 3時からです。すぐじゃないか。まあ、ちょうど1ミッション終わるんじゃないですかね。繋がっかな今。はい、オレさん、こんにちは。うつで眠れないのが来ました。ちょうど3時からね、サマーゲームフェス始まるんでね。それ見て寝ましょう。さあ、アビさん見ました。ラスアス1リメイク、サマーゲームフェス前に発表されましたね。見てない。じゃあ本当だったんだ。ガチでしたね。まあ、いや、確かにグラフィックすごい向上はしてるけど、元々が綺麗だったから、FF7 の時ほどの感動はないかもしれないな。いや、めっちゃ綺麗。いや、比較するとめっちゃ綺麗になってるんですけどね。なんかゾンビのグラフィックもすごい上がってるし。ラストマスリメイク。9月22日だから結構すぐ出ますね。I've been on quite the adventure, little brother. あと PC でも出るそうだ。まあ PC で出すために、どちらかというと PC で出すため He's に got やっ everything to do with that little girl. たって感じかな。今言ってたなんか結構 You know, 必死に出す I've never been this close. これか。じゃ It's the outside. So is that everything you hoped for? スパイダーマンもいるし。 Can't be any worse. のグラフィックは確かに2基準みたいな。 Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of How many myself. close calls have we had? 転売とかでね、いろいろ問題視されるようになってきたから、えもう全部クラウドでいいんじゃないかって思ってきた。え。ああ、こうGoogle のあれみたいなね。そうすれば PC でのマルチとかでギャーギャー騒ぐこともないでしょ。新規層取り込みとパート3への期待か。まあ、PC ユーザー向けにこう PS ソフト出すっていうのは多分あると思う。そのために多分パート1出してるんでしょうけど。パート3はどうでしょうね。アビさん2やりましたっけ？うん、やった。正直、俺は面白い派だよ。いや、出すなら俺も、ジョエルたちの話じゃない、あの世界での違う人たちの話が見たいなと思うんですけどね。もそうね、あそこで区切っちゃって。う、ラストオブアスのまた違う話、サブタイトルで。あ、例えまあ、ばアビーの連れてった子供のね、子供だっけ？男か女か分かんないやつ。あれ結局、あれは結局、なんだったんだ、女の子だけど、性自認が男みたいな、そういうあれか？あれなんだったんでしょうね。なんだけど、あれが主人公でね、やるとかね、ありそう。あの少女少年と、何ですっけ、エリーの娘というか、まあ、厳密にはエリーの娘、息子ではないけど、血は繋がってないけど、子供できてましたよね。あ、でも、ちょっと待って、どうなったっけ結局、杉田の子供だっけ？そう、杉田と、そう、エリーの嫁さんが、バイなんだよな。両方いけちゃう。それで、杉田との子供作って、あれ結局逃げられもう、そうか、最後家帰ったらいなかったっけ？あれいなかったんだっけ？いや、なんかハッピーじゃなかったと思うんですよね。家いなくて、最後なんかギター弾こうとしたけど指がなくてできなかったみたいな。
それで家出て行って終わりましたっけ。で、アビーと、少年少女は、確か、島にちゃんと着いたっぽいもんな。エンディング後のメニュー画面で船がついてるから。真空断熱タンブラーじゃないですよね。バチクソ氷溶けまくるの。あ、とりあえずスナイパーいいかありますか。もうあいつに関わるなって言ったのに無視して復讐しに行ったら逃げられた。ああ、はい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 。やっぱ帰ってきたら家に誰もいなかったって終わり方でしたよね。うん。でもアビーは結局復讐はもう、エリーは復讐しに行って全てを失ったけど、アビーは復讐の連鎖を終わらせて、結果、島にたどり着くことができたみたいな。だから、いやもう正直あれ以上も3はいらないよね。復讐という意味でも話終わっちゃったしな。いやマジで作るなら違う人たちの話かな。どうやってこれ、正体か。やっぱあれはゲームならではというか、ドラマ化しますけど、まあ、ドラマ化でパート2までやるとしたら、ドラマだと、まあちょっとだいぶネタバレしますけど、まあ、ジョエルが死ぬシーンもそこまで悲しくならないと思うんだよね。いや。ラスアスでジョエルが死んだらやっぱプレイヤーが操作してたことによる思い入れが強くあるから、あそこまでめちゃくちゃ炎上したじゃないですか。めちゃくちゃ炎上したのもあれは、ドラマだったら正直ああいう主役級とか前作級のキャラ死ぬとかはまあ、あるじゃないですか。でもラスアスであんだけ批判されたらやっぱ、思い入れがあるからだと思うんですよ。ウォーキングデッドとかでもなんか契約の関係でいきなり殺されてる。そうめちゃくちゃ死にますよ。ウォーキングデッドなんかやばいっすよ。キャラがね、主要キャラめちゃくちゃ死にますからウォーキング。監督の怒りを買ってね、殺される。主人公がまずいなくなるし、実際ラスアス1時点でのジョエルの行動もまああんま賛否両論あったじゃないですか。最後はね、もう病院のやつら皆殺しにしてエリー連れ去るわけだから、ちょっと極端。エリーに嘘ついて。そう、エリーに嘘をし、そんなジョエルでさえ殺されてもあんな炎上したってのはやっぱ、プレイヤーキャラっていうね、やっぱりゲームならではだと思うな。ドラマだと、どうだろうな。ウォーキングデッドくらい死んじゃったぐらいになってそうだな。そうと衝撃的だ、どこまで行っても客観的だからね。そう。特にドラマだとなおさら感情移入できるか微妙なところだな。ジョエルに対してね。全く同じ行動するなら、まあ多少脚本変えてあると思いますけど。2は賛否両論はあったけど、やっぱりあれはゲームならではの話だったな。あんだけアビーに対するこうヘイトがもうマックスなところでアビー操作に切り替わるってね。あれはもうほんと映画やドラマじゃ無理ですよね。あんだけもう確か超ピーク、もうもうアビでいいか。
アビに対する怒りがもうマックスな時にもうアビに切り替わりますよね。なんだこのクソ女と思って。確か杉田が殺され、そう。殺された直後でしたよね。そう、そのタイミングで、アビに、どうしようか。何すんだっけ、これ。北の方にいるよ。まず爆薬を置くと。黄色いマークつけました。あの橋のとこに行くのか。だったらこっから狙撃かな。工具箱が、この間俺が怖いに最後壊してるけど、なんかちょうど近くに敵いるな。これ一人倒せるんだよ。この BGM あれですね。ちょっとサマーゲームフェスの BGM ちょっと切るか。そう、アビー編やってからね、今まで殺した敵キャラが全部ちゃんと、犬一匹に対してまで、敵からしたら思い入れがあるようなキャラクターになってるんですよね。犬にもちゃんと名前ついてたりね。最後さ、普通に殺した雑魚犬がさ、すっごい思い入れのある。そう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 。ちょっと、アビー編に対してちょっと文句言うとしてはちょっと、アビーの不倫シーンだけはちょっといらなかったか。いらないね、あれ。いや、あれなかったらもっとよかったな。あれ本当なんで入れたんだって。まあ、アビーも成人ではないよということを言いたかったんだと思うけど、ちょっと、あれやりすぎかな。300メートルかめちゃくちゃ。この爆発で死なねえの嘘だろ。死なないんだ。あんな近距離で爆発して。あの橋の下いっぱいいるね。もうちょい近づくのはちょっと遠すぎるな。さすがに、まだもうちょい近づいても銃声は聞こえないと思う。もうスナイパーも倒してますしね。あれ乗り越えられないのか。そこはどっからや。この崖の上はいけないか。とりあえずちょっと撃てるやついたら撃っていきましょう。あいつ撃てる。俺もこの上のやつをちょっとここの上に行こうかな。ミスった。1ホールか。リビッツって PC 出てないんですって。そういえば出てないね。ああいうクリエイト系は確かに PC 向きな気がするな。一瞬。いや、むずい。あれ、ワンはまだね。ワンはまだ子供向けだったけど、2から複雑になりすぎなんだよな。本当に結構ガチなクリエイトゲームだからな。あれなんだ。ガスボンベあんのか。そうだな。しかも、ラスアス1リメイクが来た、もうピンポイントでリークされてるあたり、
小島監督の新作マジで来るかもしれませんね。今回のサマーゲームフェス。ジェフ・キーリーと仲いいしね。監督は。あ、やべ。危ない。てか今、プエーンって、あ、スナイパーいる。あ、これスナイパーに狙われてる音もしかして。プイーンってちょっと待って。どこだろう。なんつうかな。あ、今、俺が見てる方向わかるかな。なんか、中継塔に今タグ付けしたんですけど、うん。その中継塔の中に、200メートル先の中継塔、その中からスコープの反射光が今見えたんで、ちょっと今匍匐して俺見えないんですけど、その中に、ただ、スコープ反射光途切れたってことは、発見はしてないかもな。あいつでもないのか。スナイパーは確かなんか変な、そのマークじゃないですもんね。スナイパーはまずやった方がいいな。どこだ？あの二人以外に見えないな。多分中継塔の、中、あ、いた。こいつ。あ、なるほどね。やばい。え、やばい。俺が見られてる。やばい。半端なく視界広いです。いや、優秀すぎるぜ。あいつ。いや、優秀すぎる。やばい。めっちゃ見られる俺。タンクが見られてる間にできるかな。あ、じゃあ俺が晒しときましょうか、今。あ、いや、やべ。俺も見られるわ、これ。変えられるかな。無理。お、いいね。下の奴らにバレるか。バレてないかな。バレないんだ。何メートルあるあいつら。170か。死体がバレたかな。とりあえずちょっと、撃てる奴ら撃っていきましょう。ナイス。あ、赤くなんねえな。だとダメか。隠れちゃった。まあ、この距離だったら橋の奴らも今のうち狙っておくかな。あ、もうちょっと近づくかな。かわいそう。あー、ゴーが。あれ、白いな。
だ見つけてない。大動脈。目ん玉。あ、こんな落ちるか。たまになんか謎の障害物判定ないか。お、ここにも金庫あるぞ。あ、これ今、アビさんとオンラインで協力してます。まあ、今俺橋をソロでやってるんで、アビさんの大丈夫ですか？これ金庫サッチェル爆弾で開けられるんだけど、開けちゃっていい？あるんだったらいいんじゃないですか。持ってるんだったら。イエーイ。できます？いや、すぐあ爆破しようとしたら。これ聞かれたかな？大丈夫？爆発音しなかったな。門を開けるときもなんかすごいちっちゃかったよな。アビさんとはだいぶ離れてる間も、この演出鳴ってるのかな？うん、なってる。あ、鳴ってるんだ。だいぶアビさんと離れてるけど。たまになんかすげえ射程が下がるのはなんでだろう。まあいいや。こんだけ倒せば十分じゃろ。いるな。なんで気づかれた？見られてたか？俺に気づいたわけではなく、多分俺。ああ、近くにいたんだな。タグ付けしてくれるなら大丈夫。こっちからも狙えますけど。もうその辺大丈夫ですか？多分大丈夫。橋の方ももうあと2人がちょっと全然頭出さないけど、それ以外は結構やってるから、ちょっとそっち行くか。ダメだ。これ赤くなんないとやっぱりダメっぽいですね。
弾あるかな。お、リボルバー。こんなとこにリボルバーあった？まあこれサプレッサーつけれないからですけど。ああ、俺ライフルの、いるな。さっきそこにいた。ミニマップ映ってんだ、2人ほど。こっち？ちょっとアビさんそこで銃声立ててもらえます。おい。見つからない程度に。敵がね、そっち向くと思うんで、アビさんの方向いてると思うから。もしかしたら移動してくるかもしれん。よし。おっと、似てきたな。あ、戦車だって。やべ。こいつか。戦車の中にできんの？戦車が動いてて多分、今動いてるから、今、ミニマップの動いてる目標わかります？わかるわかる。あっちにはいたけど今すごい近くにいたんで、これ地雷仕掛けとけばいいのかな？ああ、そんな感じだね。地雷は持ってる？2個あります、それ。ただ、2個で壊れるのかわからない。テラーマインと S マインとトリップマインって3つあるんだけど。何が違うんだ、これ。わからない。まあ、なんとなく俺のこの見た目のイメージだと S マインが対人で、テラーが対戦車っぽい気がする。FPS だと大体このテラーが対戦車な気がする。ただトラックだいぶあっち行っちゃったな。ここの基地なんか爆薬も設置しなきゃいけないからついにやっときますか。殺虫爆薬を仕掛ける。何個かあるから全部仕掛けましょう。あれ？でそのアリさんトラック。どこだ？目標、どこにつけるんだろう。なんだ？ん？なんか見られたぞ。ほんまや。いるな。あそこか。こっち来るこっち来る。やばい。こっち来たら来たで。よいしょ。で、あいつ多分スナイパーで。やっちゃって大丈夫っぽいね。あれ？早いよ。スタッフその場所にいて大丈夫？車爆発するよ。オッケーオッケーオッケー。まだいんの？ちょっとめちゃくちゃいるじゃん。何人いるんだよ。めちゃくちゃいる。やべ、こっち来るね。やばい、無理だ。やばい。何人いるんだ、マジで。この近くのやつってどこ？それ、あれっす。もう、瀕死のやつ。なんだ。奥に、いるんだけどな。あれアビさんやったもん、ちょっと奥のやつ。草むらの中にいたやつはやった。オールクリアって出た。やばい。ちょっと地雷を仕掛けとこう、この道路に。
やばい、間に合うか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 。1個で破壊できるのか。大丈夫ですよ、さっきの爆発力。踏むかな。踏まない。踏まないし、バレたし。TNT かな。やばい。マジか。どうしよう。グレネード俺もうないぞ。TNT ならあるけど、どうしよう。トラックから降りてこなきゃ無理だな。トラックに弱点ってある？あゆさんちょっと。双眼鏡で見れば多分弱点が見られたか、これ。俺動けないんで、あゆさんちょっと、お、動いた動いた動いた。パンツァーファウストがあれば遠くから壊せるって、どっかに落ちてるのかな。タイヤを撃とう、あゆさん。タイヤを撃って止めて後ろの排気を狙えば、あと前面にもなんかあるの。タイヤを撃とう、あゆさん。タイヤを撃って止めて TNT 仕掛けるなり、なるほど。前面のフロントガラス割るなり、できるっぽい。もしかしてはははははは。ええやん。あ、もう直なんだ。じゃあと、排気壊して。まあ、この時代の戦士は確かに、前面になんか爆発仕掛けられるあれがあるな。あ、本当だ。運転手が今いない。そこに爆弾をつけりゃよかったんだ。どうせ他のサブは遠いんで。いって、あ、くそ。これも爆これも発に巻き込まれ二た。度付けするわ。やばい。もう始まる。もう始まっちゃうな。まあ、ちょうどサブ動き終わったんで、終わりますか。よし。無心さんがあと5分って言っといてくれてた。見てなかった。ノブさん、BF やらなくていいの？シーズン1始まったぞ。配信もこのまま続けますよ、私は。サマーゲームフェスのためにも来てるんで。何時までやるの？何時までやるのはちょっとわからない。まあ1時間はやるでしょう。なんか速報では7時からも3回あるみたいな。7時からのは多分あれだ。デベロッパーデジタルだから PC のインディーゲーとかのやつだね。ザ・ゲームアワードのやつ。 I'm Jeff Keighley, and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase.
Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay しかもなんか footage. チュンリーがなんかなんか違うな。中国寄りうの、ん、かなり中国寄りになってる。アメリカ軍基地ってことは、ガイルか。ガイルもおっちゃになってんな。役は YouTube の機能にガイドも知るんだな。早く竜から世代交代させたいんだよ。カプコンのキャラクターバイオもだけど高齢化問題がある。もうクリスとか言ってですね。I'm just on another level. あ、ガエルだけガエルの広めだけ ?2023 年。It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. 逆転裁判も This out. バイオハザードもストリートファイターも全部世代交代できたようなキャラ。Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the commissary relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. ねえ。タンタラス。タンタラスエンターテインメントって書いてある。 Ray didn't make it. Releases of One Piece. いつもの洋芸かこれ。Willis, take the lead. 毎年なんか同じのを発表してる気がするよね、こういうの。Oh, this ain't good. なんかエイリアンっぽいね。エイリアンものっ What ぽい we な。 found was エイリアンもので4人コープものかな。 and it まあ found 3人か4人コープものかな。あれなんかいたね。なんか見たことあるよね。 This wasn't human. エイリアン。本当にうん、そのまんま映画の。3人コープかしかもこれ。最近どんどん人が減っていってる。デストラクション3人。このエイリアンのやつ、本当に中に2メートル超えの黒人の人が入ってたらしいね。へえ。 But I know when I close my eyes, I still see it. 着ぐるみじゃないんだよ。 How everyone's dead.
And someone needs to know. プレデター VS エイリアンもゲームでやろうぜ。あー、なんかおい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 見せちゃダメなやつだった。俯瞰視点のシューティングタイプかよ。あんな映像だったら絶対 FPS だと思うだろうね。Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. 字幕でデッドスペースって見えたけど、デッドスペースのチームって言ったの？ああ、じゃあこの間出たやつか。あれかな？うん。この間言ってたあれ。そうだそうだ。ああ、首に光のバーコードみたいな。もともと PUBG の派生として作られたって言ったやつかな。Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead? これを連続で発表しちゃダメだ。めっちゃ被ってるぞ。人によって同じゲーム見てる。So whatever you're holding on to right there. でもなんでここの会社でデッドスペース捨てて、また新規 IP に買収とかあった。まあ海外じゃよく独立ってのはありますけど。てかデッドスペースはデッドスペースでリブートしてるはずなんですよね。あ、そうだったっけ？確か発表されてるんですよね。なんか全然そうないね。デッドスペースはデッドスペースで確か一作目のリブートみたいなのを発表してたんですよ。これがこれになったってわけじゃないはずです。デッドスペースはインディエンです。I just love that last part. デッドスペースのとんでも Gives me chills every 工 time. 具シリーズで敵倒しそうだな。バイオレンス描写はいいけど、グラフィックはいいかも。ちゃんとデッドスペースっぽいな、これ。頭振りつぶす。ああ、死んだ時のグロここまで来るといいね。これ国内出せませんわ。出せませんわ。スパチューンでも無理っすよ。これ日本無理っすわ。ここまで来たらいいな。顔半分噛み砕くとか。That's right, we know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And for a second, just give me a second. I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. Not about me, it's about you guys. I know. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows. To show this game, so people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. It's like a grappling gun, but it picks up the enemies
モンスターにアビーがブチブチってされるところ、一瞬だけどなんか映った気がするんだよ。なんかスタンクにでかいボスにやられると黒いのあるから、一回って言われるんだけど、なんかね、そこまで黒く見えなかった。あれもしされてなかったかな。ブチブチってなったの。ちょっと、いやまあ今ちょっと開けない。全画面閉じる。Let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. あ、ゲームプレイ始まった。ダメだ。いいよ、俺が見とくから。安心して持ってきて。どこキャプチャーオンネクストジェンハードウェア。なんではっきりしてないんだ。ネクストジェン？プレステ5も Xbox シリーズ X ももう現行機だよな。まあ、まだ普及してないですか。は？あ？何今の？ちょっと今のガジェットによるものなのか、主人公の現物なのか、うわ、手の骨が、おお。出る。近接最強。攻撃に対するリアクションがやっぱりどんどんしげる。すごいな、なんか。ラスアスとかもすごかったけど、これもう。でも死体が釣り演算で荒ぶってる。こういうのちゃんと映すところも好感持てるな。普通使わないでしょ、あんな。撮り直しるもんでしょ。そう、撮り直しだよね。これなんていうかすごい次世代感ある。なんかすごい良そうなアーマーに着替えて。次世代感。何が飛んでくるああ、なんかテストスペースにもあったの、この敵を宙に、物をだから宙に浮かすみたいな。テストスペースにもありましたわ、そう。敵の動きを遅くするとかも、おお、凝りすぎでしょ。おいおい、すごいな、もう。コア表現全振りのゲームだ、これ。敵だけじゃなく、Call of Duty Modern Warfare 2 arrived. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the Port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. 今回プレイ動画が来るってことで楽しみだね。Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. なんちゃらマネージャーだと思う。Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. ああ、ゴーストは少なくともメキシコっすね。これメキシコっすね。他のキャラちょっとわかんない。他のキャラのドアップの画像がちょっとなかったんで。まあセキュリティかな。モダンオフェア2にセキュリティミッションあるからまさに。それぞれが違う地域から始まって集合してくるってこと？いや、そんな感じではないです。
かな。みんな最初から一緒。前作でタスクフォース141をチーム組むんで、チームメンバー自体はもう揃ってる。モダンオフェア2のセルフオマージュだ。お、今回ソープ操作するのか。メディア予約水の表現がすごい上がってるし、昨日海の表現見る限りそこまででもなかった。今回なんか水の中に入ってみたいな泳げるらしいんですよ。これ PC 版かな。UI が全部排除されてる。わかんないね。なんかプレイ風に見せかけた動画じゃないだろいや、モダンオフェアもこんな感じでした。最近というか今日もちょっとモダンオフェアのキャンペーンやったから間違えた。キルリュウなんだろう。どこだろうここ。アフリカとかかな。英雄人持ってる。Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Man down! Rush out! On that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. お、それ石油流の後貨物コンテナか。Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. モダンオフェア1の最初のミッションがこんな場所だったよ。作もマウントシステムあるのか。CG あるある。もう純粋にモダンオフェアの進化だよこれ。いやもうコンテナ開ける。いやもうモダンオフェアの最初のミッションのセルフオマージュじゃん。あ、こっから貨物で行くんだ。もう今までのシリーズファン向けやん。むちゃなどんな突っ込み方してるの。めちゃくちゃや。Let's have ourselves a gunfight. This
Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. 引かれたらゲームオーバー。ちゃんと動いてるものに対して乗ってそこから登れる。やっぱりむずいです。いやもうモダンオフェア1の最初のミッションの上位互換じゃん。いややっぱCOD4 が出たのがいつだ、2008年とかだったかな。こんだけ進化したんやな。まんま作り一緒だもん、本当に。このミッションと。あれこれ対戦マップにもなってる。4でですか、なってますよ。なんかね、似たような。そうそうそう。すごい。そうそうそう。時間があった。まんまのマップの再現になりますね。多分マルチでも多分出てくると思うんだこれ。マルチかバトルワかわかんないけど。なんか結構水の表現すごくない？今までの仕様でね、水なんて全然力入れてなかったけど。おお、またミッションがあった。おお、トレーラーか。Pre-order now and get early access to the open beta. いや、これは予約するしかねえな、アーリーオープンベタやる。 That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that. いや、あれはね、プレステ版の予約関係なしのベータなんですよ。今までやってたのに。Absolutely. So, first of all, we're really 予 excited 約 to 特 welcome 典 back のアー Captain リー John オープンベ Price タはまたそれとは別の普通のやつ。 Gaz, Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So I'm very excited. Just can't wait. So excited that we get to show it off. That's just a hint of everything. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. First of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now, across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about
the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration is incredible. Everybody's so excited for Task Force Warzone coming to mobile as well. Players on the go. We're on Steam, as you know. So it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. あと WW2 とかアドバンスオフェア、あとこの間出たバンガードとかの、スレッジハンマーだったかな。Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment, is such a title for all of us. Looking ahead, like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. アウターゾーン。昔のアーケードゲームの何ですか？とかで、めちゃくちゃ進化しとる。聞いたことないな。2？ 今年予定。スイッチでも出るんだ。All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. ほんとね、スレッジハンマーはね、単独だとダメですね。支援に回ってくる、支援に。あ、止まった今。やべ。読み直す。プレイヤー1、準備はいいですか？報告がこれはなんだ？ちょっと俺の方映像くれるかも。なんだこれ。ファンタジー FPS。なんだこれ。敵めっちゃファンタジーなのに銃を持ってる。なんだこれ。殴るんかい。なんかドゥームっぽい。いや、なんだ相手人間じゃないのかな？人間ではないっぽいですね、これ。魔法のファーストパーソンディスオナっぽさを感じるな。いや、っていうよりバイオショックって感じが。魔法の感じ。バイオショックとディスオナーの混ぜたような感じするな。まあ、アクションそのものは結構かっこいい。リファイトタイトル出てるけど。全然すごい。全然すごい。今出ました。ちょっと、一回なんか、間違ってスペースキー当たっちゃったから、止まっちゃったんだよ。これどうやればこれ最速に追いつけるのか。Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names.
Enjoy this world premiere new game announcement. ライブっていうボタンがあって、それを押せば。Officer Taylor, Medlog 29. でもライブ状態になってるな。Today, I can't believe what や I べ saw. え。待って。一瞬遅れちゃう。Solace, everything okay in there? あ、で、なんだ会社どこですってこれ。見てなかった。エピック。あ、さっきのゲームがかな。あ、これがかな。未発表のゲームかな。宇宙物多いってさっき言った。これでまたゾンビかエイリアン出てきたらいい加減にしろって怒るぞな。And I need to find out what it is. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, does it feel like this is your first game since Red Dead 2? One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. His job is to make sure that none of the equipment breaks down. 舞台がそう中国の衛星とかそういう話だよね。デッドスペースもあれ、日本のなんか船の中、西村っていう日本の船の中の話なんでちょいちょい日本語出てきたりするんですよ。そんな感じでなんか中国の船とかが舞台だけじゃないかな。多分。てか左の人これトロイ・ベイカーじゃない？違う？Everything as a society, but also the way this industry functioned. But there's also brand new consoles. We had tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios, and AAA studios. And so, just like anybody else, we reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. メタルギアソリッド5の The privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to I guess I've seen some of the behind the scenes performance capture on Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do? 字幕でトロイって出てるからトロイベイカー。 So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player to be exploring, to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to tell you about. And then the narrative is a huge element of this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I gotta tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out, Daniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want you to know the story of this fight.
And so Roger and I sat down and said, these are where our characters are, and he goes, "Give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight." And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, "Hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things. I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he said, "You can. You will. And it's going to be glorious." And we it's did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, we're excited. Stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Nick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. レジェンドデビュー。なんだこれ。プラグインかじゃないよね。9時間新作来たか？あ、もしか可能して性あるな。このホラーの感じとかね。ね。そのオーバードーズじゃないの。なんか PT っぽいの。これ。あ、今、10出てきた？まだそこまで行ってないか？あ、出た。なんか、すげえ、四角い。なんかその銃が結構ね、小島っぽいデザインだよ。小島プロっぽいデザイン。小島プロダクションっぽいの、真っ白な。でもロゴがちょっと違うかな。いや、でもマキシン、監督あの映画好きだもんな。ルーティーンルーティーンルナソフト。あ、違ったわ。最近流行りのちょっとバックルームっていう海外で流行ってるアイテムだった。Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? ドウェイン・ジョンソンドウェイン・ジョンソンかかってんのこれ。ドウェイン・ジョンソン知らない？嘘だろ、あれさ。名前が出てこなかったの。知らない人はいないんでしょ。Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, 最近そりゃあ自宅でしょ。世界一稼いでる俳優やぞ。最近コンビニで見かけましたけど、スコールのエナドリまで出始めましたね。この人？違う、スコール。And I got to tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation. But also, I got to say that, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there. We cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of people know around the world who know the Black Adam mythology. 首回りの肉付きおかしくない？ For those who don't, I always like to say a quick 人間じゃないかも。人間じゃない骨 Black 格。 Adam has the powers of Superman. But the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change.
It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DC DNA. And I was Universe born to ブラックアダムズの play し the て Man の in Black, and I'm honored to show it to you guys on ブラックア October ダムのして 21st. So until then, ブラックアダムって何？ stay healthy, stay 最 safe, 近予告編が出た映画があるんですね。 keep kicking ass. なんだっけ、子供から大人になる DC のなんか赤いユニフォーム着たシャザムって映画知ってます？あ、今予告流れてる。これ？ Nothing but heartache. DC そう、シャザムの I was a slave until I died. まあスパイダーマンでいうところのベノムみたいな。シャザムに対するアダムみたいな存在いらっしゃる。やっぱちょっとシャザムっぽいのがそう。シャザムってギャグ映画かと思って。いや、ギャグですよ。ギャグですよ。それなのにこんな感じの敵役言うんだ。まあ、スパイダーマンもね。ドウェイン・ジョンソン主演だから多分そんなバリバリ役やらすんじゃんよ。アウトライダーズ DLC 生きとったんかな。完全に諦めたんかな。PV 見るとすごい報告して面白そうだけど、実際の本編こういうゲームガンガン前に出れないもんな。前に出ると死んじゃうもんな。スタディアって書いてある。まだやっていたの？サービス。お、ニンテンドースイッチ。あ、ちょっと俺が、はい。スイッチャー、一気に流すのなんか使いが雑やぞ。なんか YouTube の広告みたいなやつね。スイッチの使いが。マリオ。フォールガイズ。フォールガイズ。スイッチにももう出たんだっけ？まだじゃなかったか。でもなんか容量が40メガしかない時点で絶対クラウドだろって言われて。クラウドでフォールガイズ？初戦の時点でタイガー落とされちゃうね。これってそんなずーっと長くやるゲームじゃない気がするけど。まだこうやってアップデート繰り返してるとか利益出てるんだろうな。だってもっといろんなのとコラボしてる。あと
とかもフリートゥープレイにはもうなってるんだっけ？なんかフリートゥープレイにするとは言ってた。フリシーズン1フリーフォーオールってことは、そのシーズン1からただかな。フロストジャイアントスタジオ。何のゲーム作ってるの？聞いたことある？Signals breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. さっきのエイリアンを思い出して。エイリアンの可能性あるから。確かに。なんかアンチャーテッドっつうか、トレジャーハント系かな、ララクラフトみたいな。ちょっと SF なララクラフト的な感じかな。I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. ゲームプレイを見せなさい、ゲームプレイを。何ゲーか分からねえ。ホープゲー？いや、違う、ロボット。なんだろう、エイリアン的ななんかシューティングゲーかな。でも、宝物ゲットしたからな。ララクラフトみたいな。上から視点のララクラフトのゲームあったけど、あんな感じかな。ディアブロみたいな視点の方、ララクラフトゲー、前フリップでもらったけど。ストームゲート。2023年にベータ。ああ、じゃあゲーム画面出ないわ。もうジャンルすらわからねえ。シューティング。ちょっと。ジャンルがわからんね。こういう発表の仕方するのは、続編だけにしよくね。さっきのメーカーが今までどんなのを作ってきたか分かれば分かりそうなもんだけど。フロストジャイアントだったかな。試合か。And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us some where you're going to go. Maybe the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. We're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability.
for one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. 他のサイトは開くけど、フロストジャイアントのサイト開かないんで、これ多分みんな、何やこのゲーム会社って調べてますね。 competitive multiplayer, but of course we've also still got And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, 新 these are 作 still が very RTS much を still 開発 being 中っていう worked 記 on. 事が Got 4 some 画面でちょっと前に出てるんで、 actual assets that we're ゲーム画 building 面っ in ぽいの Unreal 出てた Engine よ。 5. Wow, well, I love it. やっぱ 2023, you said from the beta, so people can 思っ sign た up 通り now, エイリア get ンじゃない ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new 思った通りエイ RTS リアン franchise coming from you guys and your background and what you did. You know, そうだね。 we're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water Dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected. これこの間やったレターなんとかレターってやつじゃない。 The wave was coming, but the sky でもあ was れは黒人の女性 clear. が I let it wash over 黒人の女性が自転車こいでるやつですよね。じゃない気がするけど、こういうなんか海中、沈んだ海中都市をこう探索するゲームってなんか見覚えあるな。このゲームとはまた別に。これもしかしてコープ？いやー、これね、コンプってことあるか。 Children clamored in the park. No one suspected the coming dark. ローグゲーム。 What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game Ma, set in a world sharp ravaged by indie zone. extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised, with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. ともちるみたいな。 My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. やっぱり他のキャラクター A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. ディストピア世界から逃げ出す的 Be な careful あれ and か。 don't make a sound. 好きだねインディーね。 Don't worry. I'm going to get you out of there. こ
Apparently, we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Epic Games. Coffee? なんて書いてあるんだ。この作り、これのやつ見たことあるけど。デッドアイランド2じゃん。のパロディ？それのパロディ絶対これ。なんかもっとリアル調だったもんね。まんま一緒だな。いや、全く一緒や。ヤギね。ゴートシミュレーターね。あ、しかもこれテスラ車やね。めっちゃバカにしてる。めちゃくちゃバカにしてる。これいろんなところバカにしてるっていうか言い回してる。3って2出てたのかよ。There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got a look at some new folks set to join the battle. This world has no hope under your watch. Venom スパイダーマンより先に出てきた。いや、実際原作のベノムこんな感じなんですよ。筋肉がもうちょっとモリモリしてる。知らんなぁ。マーベルなんてもう敵キャラいっぱいいるだろうから。スパイダーマン。まず知らんヒーローがいっぱいいるから。いやもう知らんヒーローがいっぱいいる。知らないヒーローがいっぱいや。あ、スカーレット・ウィッチかな、最近映画化してはる。あの人右の女。あ、これスパイダーマンのスーツだったのか。殺人モードオンになってるスパイダーマン。いや、わからん。最近マジ一人もわからん。ベノム以外。あれ、ベノムだ。ベノムも。あ、じゃあ他のやつもじゃあ、ハルク出てきた。ハルクの敵なんだ。全員悪の軍団みたいな。ハルク敵だったらもう終わりじゃん。ドクター・ストレンジ。今の中で勝てんのゴーストライダーくらいしかいないんだよ。Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. ああ、ベノム。鐘の音で引きつけた。That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple of weeks away
鳴らすのやめさせるために来たって感じですね。 Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. やっぱおかしいなと思ったら、ゴートシミュレーター2ないんですって。ないんだ。いきなり3なんです。おかしいなと思って。バカにしてんのかな。なんか2はダサくだみたいな。そういう。あるかもしれない。It is, definitely. Yeah, you just get on the island and there you ちょ are. っと映画って3がダサくになる気がするけど。 Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets. 3がダサくだから。 Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game. But you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage. One of our bosses, one of our freeze. It takes place in an ice arena. And features some of our favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. 家を家まで作ったんだっけ、夫婦。よかったな、報われたな。ネットフリでアニメ化までしたし。ほんとこれユニティ製化っていうのを作るのすごいわ。大手でもこんな、なんか、滑らかなアニメーションゲーム出てないよね。ここまで完璧なと、カートゥーンアニメって。何年かかって作ったの？3、4年のところじゃ、3、4年はかかってるか少なくとも。もっとかな。2人で作ってるのはもっとかな。Now, if you want even more Cuphead and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IMH Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. 去年はエルデンリングの発売日、続報プラス発売日発表があったが。 We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. 今回ね、モダン2とカリプソだっけな、デッドスペースのところやつぐらいかな。さすがにあんな最初に全部持ってこないよな。エルデンも確か最後に発表したよね。とかミホヨの原神のミホヨもなんかサマーゲームフェスでなんかやるみたいに言ってたけど。ああ、なんかこの放送が始まる前にちょっとなんか映像流れてたけど、それかな。それでもう発表したっていうか。
Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. こういうグラフィックの感じ多いな。主婦みたいな。俯瞰システムでジョン・ウィック的なことやるんだ。ジョーカー。While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. 俯瞰システムで近接アクションやるってのは珍しいかも。Well, I ain't wearing it anymore. なんか竜が持ってない。We washed this whole damn city down. Such a cool game, and I'm happy to announce that a 爽快 PC 感が demo あ of るん this だっ game is たら going 面白 live そうだ right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know, we got a lot. Always have these Canadian PS4 ロンチの時からあるね、これ。 We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. No, She's rightめっちゃキャthere, ラいる loud んだろ and うな。 proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal 一 what's 回 next. 申 What 請 can し you て tell フィー us? ルドとかめっちゃ Well, 広 I くなっ can't た tell んです too けど、 much, ちょっと俺は but yeah, July なんかやってみ 16th, ねえけど。 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. ちらっとだけ出たホラーゲーム。 Can I say it? 小島監督かって Okay, 一 you're 瞬 gonna get 思 your ってた。 first look at the Duviri あれ Paradox. 発表自体は Finally, 10 I 年 know, 前 I に know され it's て been た a らしい。 couple of years, but Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. ルーティーン The か team な。 worked really hard on the teaser you're about to see 全然 for it, and I'm just really ロー proud ティ and ーン excited to show ル it. ーティーン。 Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. あ、でも、あれもいつ出るかわかんないですけど、さっきのトレーラー My が。 child, my friend, what was done is done. ウォーフレームの、ウ New ォーフレー choices ムこれ await ウォー us フレーム now. のトレーラー違う違うか違うかなんかウォーフレームの中スーツっぽいでも違うかあ、こんな顔でね For now, dream of who we were and of who we have become. でもこんなゲーム見たことある。ウォーフレームってあんなもう顔さらすようになってるちゃんと中に人間いるのね
Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today. From Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new exotic realm players will be able to explore. 中国語で崩壊って読むのか。なるほど。中国語読みなのか。じゃあ最初にやってたのがこれが始まる前にやってた違うやつ。確かにこれとか2、3作くらい発表してるもん。なんかスターファンタジースターっぽいっすね。あれはもっとなんか都市部っぽいやつってまた別。もっと街中って感じのステージのやつなかったっけ。あ、でもこのゲームかな。ちょっとちょっとペルソナっぽかった。総攻撃。確かに。お茶を飲む。うん。いや、絶対あれペルソナ意識だよね、あれ。美少女仮面だっけ？そうそう、美少女仮面の総攻撃だ。でしょうね。俺が言ってるの ZZZ のこの都市部っぽいやつ。これちょっとなんか面白そうだった。聞いてないな。女の子のね、胸がね、もうプルンプルンだよ。こっから見るとまな板だよ。右の子。ホヨバースって書いてある。だから全部つながってるの。DC ユニバース。アリさん、さっきのロケラン持ったデブ使うのよ。もちろん。こんな使いだった。これでもどういうゲームなの？普通のアクションゲーム？ちょっと俺も知らない。アクションっぽいっすね。なんかスカーレットなんとかっていうバンドの言い方してあれっぽかったな。スカーレットネクスト。はいはいはい。確かに。お、さんみたい。キャラどんどん入れ替えてそう見えてるわけ。おい、獣要素まで完備してんのかこれ。狼男だったの最後。お？これも ZZZ。こっから見たことある。ZZZ はちょっと俺もやろうかな。基本無料かね。まあ、基本無料にしてきそうな気がしますけどね。原神がそれでね、あそこまでヒットしてます。やっぱりアリさんのキャラしか弾けなかったら引退します。もう俺のキャラにいやでも絶対キャラガチャだよな。面白そうだけど俺キャラガチャうまいからな。コンシューマーだとしばらくできないのかな。確かに。スマホとかだとしてめちゃくちゃ容量食うだろう。
いやー、ちょっと、やりたいけど、階級で作ってくれませんかね。ガチャ引きたくねえな。アクションゲームでガチャやりたくねえな。ただ、見た感じ多分オープンワールドとかのゼルダ方式じゃないから、あんまかったるい感じじゃなければやりたい。ミュータント・タートルズって DC でしたっけ？いや、全然違う出版社。マーベルでも DC のなんですね。うん。DC って言えばチャンピオンとか。ああ、日本で。はい。日本のキャラが終わったの中国産のゲーム。韓国が中国産のゲームか。PUBG とか韓国か中国産にこんな白人にしたってイケメンすぎる。バトロワっすかね。あー、バトロワっぽいかも。やっぱりアジア産で、アジア産ということだけは分かる。スーパーピーポー。セガ？セガはこれ、こっちのこれ？いや、もう一瞬でゲーム切り替わったせいなんですけど。多分違うね。スーパーピーポーと PUBG みたいなやつ。あ、やっぱバトロワですか。まあバトロワよね。あのトレード。あ、やっぱりこれがセガだ。さっきのはどこのだじゃあ。あ、すごいグラフィック。さっきのゲームのあれか。予告か。CM 的な。ああ、やっぱり。このシビライゼーションのパクリみたいなの出しちゃう。あ、そう。あれっぽいなと思う。シビライゼーションっぽかった。セガは理由がごと発表しないかな。完全にシビライゼーション。ワンピースの情報を出すってのは言ってたね、事前に。Monkey to Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his straw hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. 首ちょんぱやな。だってナミのさ、フィギュアとかさ、撮ってさ、開けてみたらすごいもん。あれ立体にするもんじゃねえよ。アミさんの時代なんてもっとそんなもんじゃなかっただろ。いやー、まあアニメで普通におっぱい丸出しとかランマに出るやつとか。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ワンピースそりゃ1ヶ月休むんですってね。あ、小田先生。アミさんが知らないってどういうこと？まだね、うちの母ちゃんが読んでから俺に回ってくるから、まだ今週のやつ読んでねえんだ。じゃあと2、3話ぐらいして最終編に突入するところでとりあえず1ヶ月休んで休むそう。なんか
その1ヶ月休んでる間にハンターハンター載せるんじゃないかっていう噂もあって、噂というか憶測だ。キャンプ読んでいくとどこに書いて多分ツイッターかな。フランスとかでめっちゃ人気あるらしいからね。てかネトフリでドラマ化するんだっけ、ワンピース。実写のやつ見たわ俺。絶対やべえって。なんかね、変なところに金かけてんだよな。なんだっけ、船の。ああ、船ね。あれ、レリーランド。あれをなんかね、CG じゃなくて実際に作ったらしいからね。One Piece Odyssey。なんだっけ。最近ネットフリでドラマ化した昔の山ちゃんが声してる主人公の宇宙海賊みたいな。カウボーイビバップ。カウボーイビバップのね、めちゃくちゃ金がかかったけどシーズン1で打ち切りですから。ワンピースもそうなるんじゃないかな。なりそう。お、ソウルハッカーズ。めっちゃ気にはなってるけど全然 PV とかあんま追っかけないようにしたからまともに見るの初めてかも。体験版そろそろ配信するんじゃないかなと思ってるけど。ソウルハッカーズは買うわ。英語版だ。日本語の方が喜ばれそうだね。さっきのワンピースはそうでしたね。With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. ソウルハッカーズ体験版食わなかい。しかもメガテン系ってなんかずーっとあれ初期からモンスター固定されてるのが惜しいですね。仕方ないけどポケモンみたいに増えないですよね。毎回だからなんだっけ、イザナギとかに毎回なっちゃう。まあ神話を元にしてるからしょうがない部分もあるんだけど、おにゃんこポンとか増やせばいい。そう、アフリカ大陸とかね、全然多分出してないっしょ。アリスとかいるんだからもうちょっとこれ確かに増やしてもいいと思うけど。ペルソナだともう主人公キャラ何でもありになってきたんですよね。昔の貴族的な人たち。アギさんの青春時代のが詰まっとる。全部カプコン製なんだ。さっきのわけ。You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. あ
Hi, my name is Carl. ああ、これサウンド、音ゲーとシューティングゲーを混ぜ合わせたような音楽に合わせて打つやつ。And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox, and PlayStation platforms. So go check it out and play to the beat. いや、絶対 Doom 好きだ。発表自体はこれなんか結構前からされてた気がするけど。まあ、PC 版では出てるよ。あ、出てるかな？確かだって中プロの人たちが配信やってました。曲全部デスメ高い。それの特典じゃないよね。ああ。演奏移植か2か DLC か。弾幕要素も。それともあれかな、アーリーアクセスで製品版ってとこかね。さっきの見声のゲームは全レスゾーンっていう。And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. ニューヨーク座の、tomorrow、明日リリースとかあれ、クアリでこれ。オールキャストがどうのこうの。Every last one of them decided to jump down the bottom of a well, and they're all just hanging on the end of the rope. 弟さんに買わせて。How can one person be expected to pull them all back out? Can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. What? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on. Got a goddamn clue. あれが最先端だと思う。めっちゃ綺麗って言ってましたもんね。今これリアルタイムなんだよな。Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. ゲームの進化っぷりすごいよね。This isn't a ghost story, it's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. モダンオフェアもほとんど4と同じステージだったけど。めちゃくちゃクオリティ上がってたし。Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. あ、そう、安天堂のとこですけど、そういや、クアリーはどうなんでしょう。クロリーになるのかな。Not even sure if Nightingale made it. 反転するなら絶対クロリーって呼ばれる。Given how fragile you humans are, あれ、人形を倒すやつじゃないですか。 I'd say that staying fed, dry, and rested
should be your サバイバルゲ priority. ームっぽいな。あれあ、これナイチンゲールじゃない If かも the しれない。 portal arch is inactive, you'll need to 次行っ make ちゃってる realm かも。 cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the て portal. かナイチンゲールが出てないし。あ、でもなんか異世界の扉開い in the た。 interrealmic 全 void. 然人形じゃないですよ。全然ナイチンゲールじゃない。 Be ready with your axe pick. サバイバルしながら異世界の扉開いた敵を倒してみたいな。フォレストとか、バイキング、飛行船とかね。Think but this, キボイドが出てき and all is mended. あれでもナイチンゲールだったナイチンゲールなんだ。これがナイチンゲールなんだ。あれ前見たトレーラーなんか、気色悪い人形みたいなのが、さっきのやつがそうなの。気色悪い人形みたいなのが。The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. Today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. アビさん、エルデンリングテスラの社長でさえ普通にクリアしたってよ。なんか恥ずかしくないか？イーロン・マスククリアしちゃったらしいぞ。アップデート後の話をした。そんな装備じゃ絶対クリアできねえよってツイッターで叩かれまくって意地になってその装備がクリアしたらしい。でも俺軽く見たけどステータス振りは確か技量魔法寄りですよね。俺も技量魔法寄りだったけどな。そうあの刀使うにはそれが一番いいですよ。イーロン・マスクだからみんないじってるだけじゃない。普通に全部当たり前のようにね。モザイクか。日本版でも全裸でできるようにしてくれ。日本だとパンツだろうな。ねえ、おばちゃんの上半身裸の超胸筋おばちゃんさ、おっぱいが胸筋だったのおばちゃん。これが多様性か。キャラクリが面白そうだね。フリーあれかな、キャラクリだけみたいな。いや、わかんない。ボスファクトリーっていうの書いてあったよ。で、フリーって書いてあったよ。Darktide promises intense four-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer MHL1736 is heading towards Australia thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the colony and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! 人
人だけなんか一番でっかいやつですからね。一人だけなんか違いすぎる。なんかライフライトみたいな。絶対楽しいな。やっぱり一人だけばっか倒していけるのは気持ちよさそうだな。ライフライトみたいなこと。これ4人コープでやったら面白そう。ただ日本じゃなさそう。こういうのして語訳表現がやっぱあった方がいいな。いやーでも日本版出なさそうだね。あまりにニッチすぎる。これ多分シャキさんがやるでしょう。Bloober team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely on Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of layers of fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it. 作のこれ途中だな。あんまなんか極端なジャンプスケアがね。ファイブナイトフレディーズになっちゃうみたいな。とは違う。アウトラストのコープでいつアンリアルエンジン5だ。もう早速どこも使い始めてますね。めっちゃ精神系のバイオセブンっぽい。あ、そうそう、レイヤーズ・オブ・フィア。フィアズになったんだ。複数形になったんだね。This October, Gotham Knights arrive. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal and hear from executive producer Fleur Marty. ゴサムナイトか。こっちだっけ？バットマンアーカムシリーズを作ってたところがこれ作ってるんだったっけな。This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. スーサイドスクワットの方だったかな。これはバットマンのロビンかロビンフットかな。全然違いすぎてわかんねえな。
赤と緑じゃないと分かんない。なんかバットマンっぽい仮面着てるから、ロビンかな。バットマンじゃねえ。さすがに。なんか何人かヒーローいるっぽい。ロビンとかも2代目3代目とか。No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. なんか見た目が違うな。キャラクリーしてるってことなのか、何人もいるってことなのか。よかったら4人なんかいたけど。ブルース・ウェイン死んでるよ。バットマンが死んでる世界ですから。デッドプールいるやん。ダメだろ。ダメだろお前。マジでデッドプールだった今の。どう見てもデッドプールだと思うけどな。あれじゃない、デッドプールの元ネタになったやつじゃない？DC のなんかのキャラがデッドプール元ネタになってるから。デッドプールじゃないの？確か元ネタになったやつ。First of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2. そうそう、ドラッグマン。そうそうそう。They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 earlier this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. 多分ですけど、ラスアス1リメイクにマルチつけるっていう話なんだ。違うか。今更ラスアスにつけるよりラスアス1リメイクにつけた方が付加価値が。Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? なんで直前に発表してしまったの？リークとかじゃなく普通に発表したっぽいね。なんかリークで結構流れてたからもうぶち切れて、じゃあいいや先に発表してやるよ。And we're not quite ready to fully unveil it. We're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city somewhat familiar. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Gwyneth Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti. All veterans of Uncharted. コープの話、コープじゃねえや、マルチプレイの話だと思う。Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel because not only is it so good, and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. And I just can't, I couldn't be prouder of like again, Craig, everybody that's up there. And actually their last day of filming is tomorrow. The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the collaboration and trust that just between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes.
また見るだけだともう暗い話だろうな、また。お、この一枚絵は初めて。左のジョエル役の人は結構よく見るんだよな、俺。ネトフリのコンテンツ見る人はよく見るような、この左の人。映画では出てないのこの人。映画だとそうだな。キングスマンとかあいつは見てるかな。ワンは見た。ああ、2で見てます。Super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us. We here. happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. やってねえよな。お、またトロイ出てきた。Troy's back again. Hello. I know. エリー役の人か。I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here. トロイがジョエルの声やってて、左の人多分一緒に出てきたってことはエリー役でしょうね。Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the helping us create. じゃあラスラス出た当初はもっと若かったはずよ。もうラスラスはもう下手したら10年ぐらい前になるかもしれない。2012年とかに出てる PS ですもんね。So good. On the internet, there's so much like 10年ぐらいこれ立つ可能性、立ってる可能性あるな。ラスラスは。そんなになりますか。早いもんだな。この人もだからもうちょい若かったはずね。Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. It was one of the greatest. It was like coming home to friends. Yeah, ドクター・ストレンジの俳優とブラッドリー・クーパーを混ぜた顔だ。Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and, you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? さっきのコンセプトは何のコンセプトかな。ラスアスのスタンドアローンのマルチプレイヤーゲームを開発中、それのコンセプトアートだそうです。マルチプレイってだけで体重かあれかは分かんない。わからないですね。たださっきのコンセプトアートだとゾンビ映ってたからな。なんかね、コープっぽい感じだった2ね。つあるかもしれませんね、もしかして。まあ、サバイバルモードみたいなやつと対戦と、みたいな。I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. そのニュースの続編は来年。まだまだ先になりそうやね。You know, I've never been this close. It's the outside. あ、鳥さんコントローラーも見てね。
Can't be any worse up 確かに there. リマスターよりはリマスターちょっとテクスチャーがのっぺりした感じがあったからそれがなくなってる。ゾンビがここゾンビがめちゃくちゃ比較画像あったけどゾンビがめちゃくちゃ綺麗。草も。まあ、とはいえもともとがめちゃくちゃ綺麗だったからあれ PS3 で言ってたのいかついよ。Hope you know how to use that thing. I've had some practice. でももう全部覚えちゃって。全部覚えちゃってるからな。Truly one of my favorite games of the past decade, guys. What's なんだ your ろう reaction リ to マス that? ターもやってるから。Yeah, you're watching it in real time. これはまあ。マルチがつくわけでもないんだったらいいかな。まあ PC にも出す感じからしてまあ新規採用というかまあドラマ化もするしまあまあ確かにこうしてるとめちゃくちゃ進化してる。やっぱもともとがすごいよ。PS3 で言ってた。But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is like is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show. Because they're all new players for PS5 and PC. ずっとじゃあラスラスやん。 Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually マルチのスタンドアローンゲー作ってるんそれが来年か再来年ノーティーの本気はまだ I was just a glutton for punishment and I went マルチ straight プレイヤー from の続 playing 報スタンドアローンの続報が来年ですから and so the last time that I played literally would have been 2 years ago since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another year. I can't wait to go back because you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole like all the new animation system, the AI system, everything we've learned. もともとがまだこないだ出たばっかりのぐらいの感覚ですよね。 Quick shout out. This project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release of the PS5. All right. And shortly それ大 thereafter. 人の SI からのこう要請、ソニー側からの要請で、ドラマ化もするからちょっと作ってく Still れみ making たいな。 games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, だって PS5 の PS プラスコレクションに確か入ってましたよね。 Okay, well, we'll see. We'll try and see. One remaster. Troy, Ashley Beal, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geek Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. マイクロソフトとベセスダの合同のやつですよね。13日。ち
ちょっと待って、何時からだ13日の2時。Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent game festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital. The whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax. 効果が出る前にまず1回飲んで、出始めて飲んで、いや2回目が一番きつかったから3回目はもう、それが薬飲みまくっとけば大丈夫かね。2回目ほんときつかった。2回目が一番きつかったから。作用としてが出ますよって、Put on your party のやつの副作用全部出たもんね。もう効果症状が出る前に事前に薬飲んどいたもん。We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents. And this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work from... 今年は小島監督そういえばどこなんもなかったね。小島監督何しになんか時間合わせなきゃとか言ってたよね。今海外にいるんですよ。マイクロソフトカンファに来る可能性出てきたな。やべゲーパスじゃ本当か。初日ゲーパス来る噂マジかもしれんな。やば。マイクロソフト独占。マイクロソフトに寝取られちゃった小島監督。まあ、ちょっとマイクロソフトカンファから次は。デススト2が独占とかいうことないよね。ノマリーダス2作ってとかが本当で。さらに2が Xbox 独占とか、さすがにそんなバカなことしないよね。デススト一応プレイステーションスタジオの中に含まれてるような扱いだから、それはないと思いますけどね。全くの新規が出るとしても。新規作品じゃないかな。それともあれから Xbox でよく初めて発表して結局マルチですよっていう。まあ、ワールドプレミアだけを Xbox っていうパターンじゃないかな、多分。また小島監督肩叩かれんのかな。トントンって言われて。とりあえず、今日はモダン2のプレイ動画と、超グロテスクなデッドスペース的なゲームと、あとラスアスのマルチゲーが単独で出ることが決まったことと、あとなんか記憶残ってるやつありますか？あと、ミホヨの新作かな。あんまり興味惹かれるのなかったな。去年はエルデンリングのおかげで全部救われたかなったけど、今年は小島監督が救ってくれなかったな。小島監督が救ってくれなかったな。絶対来ると思ったけど、じゃあマイクロソフトか。小島監督は救ってくれない。プレステは救われないんです。プレステは救われないんですよ。終わっちゃったな。もうちょっと大きいの欲しかったな。いくつか。あと2、3個。もう寝るか。みんな寝よう。寝ましょう。お疲れ様でした。寝るか。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。マイクロソフト見なきゃいけなくなったな、これ。はい、それじゃあ、終わりたいと思います。見るだけでありがとうございました。グッナイ。